皆さん、普段逃げなく食べてる野菜にびっくりするような秘密や歴史が隠されてるって知ってましたか？ただの食材だと思っていたものが、昔は毒があると言われていたり、悪魔の食べ物なんて呼ばれていたり、信じられないような話がいっぱいあるんです。今回はそんな知って得する食べ物の意外な歴史と驚きの栄養パワーをご紹介していきます。登場するのは夏の定番トウモロコシ、シャキッと爽やかなキュウリ、そしてホクホクおいしいじゃがいも。どれも身近な存在ですが、実は知られざる一面を持っているんです。さあ、あなたはいくつ知っているでしょうか？まずはあのヒゲがすごすぎるトウモロコシの秘密からスタートです。トウモロコシ、皆さん、トウモロコシの皮むくとき、あの茶色いヒゲってどうしてます？まさか捨ててませんよね。実はそのヒゲ、めちゃくちゃもったいないことしてるかもしれません。今日は知らなきゃ損するトウモロコシの秘密をお話しします。まずあのヒゲの正体から。実はあれってコーンシルクって呼ばれてて、絹のように美しいってことで名付けられたんです。でも見た目だけじゃないんです。このヒゲ、実は漢方では古くから玉米ヒゲ緑米酒という生薬として使われてきたんです。韓国ではトウモロコシのヒゲ茶が大人気で、美容と健康のために日常的に飲まれているんですよ。ではどんな効果があるのか。まずむくみ解消効果がすごいんです。体の中の余分な水分を排出してくれるので、朝起きて顔がパンパンな時とか、夕方に足がむくんでる時にぴったりなんです。さらに利尿作用もあるので、デトックス効果も期待できちゃいます。雨の日に体がだるくなる人、水分が体に溜まりやすい体質の人には特におすすめなんです。そしてトウモロコシ本体の栄養もすごいんですよ。実は米や小麦と並んで世界三大穀物の一つなんです。日本では野菜感覚で食べてるけど、南米では主食として食べられてる重要な穀物なんですね。トウモロコシには食物繊維がたっぷり入ってて、なんとさつまいもの4倍も含まれてるんです。便秘解消には最強の食材かもしれません。さらにビタミン B1、B2、E がバランスよく含まれてて、茹でても栄養が逃げにくいのがトウモロコシの特徴。特に胚芽の部分にはリノール酸がたっぷりで、コレステロール値を下げて動脈硬化を予防してくれるんです。でも一番驚くのはトウモロコシの歴史。なんと紀元前7000年頃から栽培されてたって言われてるんです。マヤ文明やインカ帝国でも主食として大切にされてきた、人類の歴史を支えてきた食材なんですね。日本に伝わったのは16世紀後半、ポルトガル人によって長崎に持ち込まれました。でも本格的に栽培が始まったのは明治時代に入ってから。北海道の開拓とともにあの甘いスイートコーンが広まったんです。おすすめの食べ方をご紹介しますね。まず茹でるときは皮を1枚残して茹でると甘みが逃げません。塩は茹でるお湯に入れるより、茹で上がった後に塩をこすりつける方が美味しくなります。そして捨てがちなヒゲはぜひお茶にしてみてください。きれいに洗ったヒゲを天日干しして乾燥させ、お湯で煮出すだけ。ほんのり甘くてとっても飲みやすいお茶になります。他にもトウモロコシの芯を使っただしも絶品なんです。身を削り取った芯を昆布と一緒に煮込むと、甘くて優しい味のだしが取れて、スープやお味噌汁に使えます。コーンご飯もおすすめ。炊きたてのご飯にバターと一緒に混ぜ込むだけで、子供も大人も大好きな一品になります。醤油をちょっと垂らすと、さらに香ばしくて美味しいですよ。つまりトウモロコシってヒゲから芯まで全部活用できる、まさに捨てるところのない完璧な食材だったんです。今まで捨ててた部分にこそ実は宝物が隠されてたんですね。昔の人たちが何千年も前から大切に育ててきた知恵と栄養が、現代の私たちの健康も支えてくれる。食材一つ一つにこんなに深い歴史と栄養が詰まってるって、改めて食べ物のありがたさを感じますよね。きゅうり。あのきゅうり、昔は毒があるって言われてたの知ってた？あの水戸黄門様が毒を多くして能なし、飢えるべからず食べるべからずって
キュウリを完全に禁止してたんだって。今じゃ夏の定番野菜なのに一体何があったの？実は江戸時代までキュウリは本当に嫌われ者だったんです。徳川光圀は毒を多くして能なし、植えるべからず食べるべからず、貝原益見はこれ売り類の下品なり、身よからずかつ孤独ありとはっきりまずいと書いているほど評判が悪かったの。当時のキュウリは今とは全然違って完熟した黄色いものを食べてたから苦みがあったんだって。だから黄色のウリと書いてキュウリって呼ばれてたのも納得。黄色く熟したキュウリは本当に苦くて、それで毒があるって思われちゃったんですね。でも江戸時代後期になると状況が一変するんです。和漢山菜杖や肥養食感という書物には毒はなし、熱冷まし、喉の渇きを止め、利尿作用ありと書かれているようにキュウリの価値が再評価されたの。特に面白いのが江戸で初物ブームが起こった時なんです。他の野菜が早出し禁止令で規制される中、キュウリはその禁止令の対象にならなかったから一気に人気者になったんだって。現代の栄養学で見るとキュウリは確かに 95% が水分だけど、実はビタミン類、ミネラル類、抗酸化物質、植物栄養素、そして電解質の宝庫なんです。夏バテ予防にぴったりのまさに理にかなった野菜だったのね。しかもキュウリはビタミン C を壊すと言われていますが、実際にそのような心配はありませんって。現代の研究でも証明されてるから、昔の人たちの心配は杞憂だったってことがわかります。今では浅漬けやサラダ、味噌をつけてそのまま食べたり、冷やし中華には欠かせない存在よね。あの暑い夏に丸かじりする爽快感は江戸時代の人たちも後から気づいたんだから、私たちより遅れてたってことかも。結局キュウリが嫌われてたのは食べ方が間違ってただけ。熟しすぎた黄色いキュウリじゃなくて若い緑のうちに食べるのが正解だったんです。江戸時代の人たちも最後は気づいて夏の風物詩として愛するようになったんだから、結果オーライってところかな。現代では1本たった14キロカロリーで水分補給と栄養補給が同時にできる優秀な野菜として大活躍してるんだから、時代が変われば評価も変わるって典型例だよね。じゃがいも、みんな大好きなじゃがいも。でも実は昔のヨーロッパでは悪魔の食べ物って呼ばれて食べるのを禁止されていたって知ってましたか？今では当たり前に食べているこの野菜にこんな恐ろしい歴史があったなんて信じられませんよね。じゃがいもがヨーロッパに伝わったのは16世紀のことです。南米から持ち込まれたこの野菜を見て、当時の人々は地面の下で育つなんて不気味だと感じました。さらに聖書に書かれていない食べ物だから神様が認めていない悪魔の食べ物だと考えたんです。実際にフランスでは法律でじゃがいも栽培が禁止されていました。理由はじゃがいもを食べるとハンセン病になるという迷信があったからです。でもこれは完全に間違った情報でした。そんな誤解まみれのじゃがいもを救ったのがフランスの薬剤師アントワーヌ・パルマンティエという人物です。彼はプロイセンの捕虜になった時にじゃがいもを食べて、その美味しさと栄養価の高さに驚きました。フランスに帰国後、なんと王様にじゃがいも料理を振る舞ってその美味しさを証明したんです。さらに彼が考えた作戦がすごいんです。昼間だけじゃがいも畑に兵士を配置して警備させました。夜になると兵士を引き上げます。すると民衆は昼間だけ警備するなんてきっと貴重な食べ物に違いないと思って、夜中にこっそりじゃがいもを盗んで食べ始めたんです。この心理作戦が大成功してじゃがいもはフランス全土に広まりました。日本でも似たような話があります。江戸時代の蘭学者青木小屋がじゃがいもを日本に広めましたが、最初は馬の餌として扱われていました。でも飢饉の時に人々の命を救ったことでだんだん受け入れられるようになったんです。現在のじゃがいもは品種改良が進んで毒性のあるソラニンという成分もほとんど含まれていません。ただし緑色になったじゃがいもや芽が出たじゃがいもには注意が必要です。これらにはソラニンが多く含まれているので必ず取り除いてから調理してくださいね。おすすめの調理法としては、
皮ごと蒸して塩やバターで食べるのが一番栄養を逃がさない方法です。肉じゃがやコロッケ、ポテトサラダなど日本人にも馴染み深い料理がたくさんありますよね。ビタミン C が豊富で加熱しても壊れにくいのがじゃがいもの素晴らしいところです。悪魔の食べ物から一転、今では世界中で愛される野菜になったじゃがいも。年間約3億トンも生産されて、米、小麦、トウモロコシに次ぐ世界第4位の主食作物になっています。あの時代にこれは悪魔の食べ物だって言っていた人たちが現代を見たらきっとびっくり仰天するでしょうね。人間の思い込みって本当に恐ろしいものです。他にも食べ物の意外な歴史たくさん紹介してるので、ぜひフォローして一緒に学んでいきましょう。皆さんが知ってる食べ物の面白い話があったらコメントで教えてくださいね。